皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、国の税収が過去最高を記録し続けているといった問題を取り上げようと思います。一般的な話として、国の経済が発達し、それに伴って法人税や給与が上がって所得税が増えるというのであれば、これは喜ばしいことです。しかし、税収が過去最高を記録していることを問題だと言ったのは、税収が伸びる、その勢いや額といったものに比べて、個人の所得は全く追いついていない、重税感の方が勝っているから問題なのです。今回の動画ではその点についての解説を行っていこうと思います。最初に述べておきますが、私はデフレ経済を良いとは思っていません。物やサービスの値段が徐々に上がっていく。それに合わせて給与所得も増えるし、企業業績も上がって、それに伴って税収が増えること、それ自体は良いことです。全体として日本経済そのものが発展し、それに伴う富の分配が国や企業へと広がり、その結果としての税収増であれば全く問題ありません。しかし、今の税収増は非常に大きな歪みを抱えながらのものだと私は思っています。まずは、税収の増加具合を見ておきましょう。国の税収過去最高 78.4 兆円、法人税はバブル期超え、2025年度一般会計税収は24年度当初予算比 12.7% 増の78兆4400億円を見込んだ。補正予算後と比べても5兆円増え、6年連続で過去最高を更新する。円安などで好調な企業業績に支えられ、法人税収はバブル絶頂期の1989年度を超え、36年ぶりに最高になると想定している。国の税収推移についてのグラフがこちら。新型コロナ問題などがあった時期というのは、経済活動が萎縮し、税収面についてもマイナスへと沈んでいますが、全体の傾向としては2010年頃から見れば右肩上がりとなっています。消費税について言っても近年では上昇傾向にありますし、法人税について言ってもある程度底打ちをしていることは明らかでしょう。では、こうした税収増が続いている現状で野党が求める減税案について今の政府がどう考えているか、加藤財務大臣の言葉を見てみましょう。税収増だけで大規模減税ができるという見方は必ずしも適当でない。歳入となる税収の見込み額が78兆4400億円と過去最大で、一部の野党や SNS 上では減税を求める声が強まっています。これに対して加藤大臣は、増えた税収を当ててもなお 28.6 兆円の国債を新規に発行しなければならない現状などを挙げ、税収の増加のみを理由に大規模な減税ができる状況にはないと説明しました。どれだけ税収が増えたとしても、なんだかんだ言って減税する気がないというのが自民党の考え方でしょう。ただし、これまで減税策を全く打ってこなかったかといえばそうではありません。例えば、一時的な減税策といったものは、これまで何度も自民党政権でも行ってきました。しかしそれは、ある意味国民の受けを狙った部分があり、必ずしも恒久的な仕組みとしての減税策は避けてきたところがあります。お金を配りますよという時であれば、労働世代ではなく、非課税世帯に積極的に福祉政策としてお金をばらまき、何か政策を打とうとすれば所得制限を課したり、基本的には自民党にとっての評伝である特定層に対するばらまき政策をしがちといった面があります。そして、国の税収の下振れ上振れについては、国民民主党の玉木代表が以下のような数値を抜き出していました。税収の増減については、2020年度、新型コロナの悪影響が直撃したこの年は 2.7 兆円下振れしています。しかし、そこからの景気の回復といったものと、デフレ経済からインフレ経済への移行といったものも重なって、2021年度からは 9.6 兆円上振れ、その次も 5.9 兆円上振れ、2.5 兆円、3.8 兆円、そして2025年度は7月の中長期資産から 1.6 兆円上振れと非常に好調な税収の推移となっています。ざっくりと直近5年間で見ると20兆円近くの税収増加、そしてパーセンテージでいうと約 30% 近い上昇率となっています。税収がこれだけ伸びた。しかし政府としてはお金が全然足りないということを常に言うわけです。果たしてこれで国民が納得するでしょうか。私は納得していない人がたくさんいるからこそ、
野党の減税案といったものが非常に支持されているのだと思います。というのも、税収がこれだけ伸びたにもかかわらず、国民の手取り収入といったものはマイナスになる年、もしくは横ばいの年といった感じで、なかなか上昇傾向になりません。しかも、給料が上がったよと言われるような人たちも、よくよく調べてみると、上場企業に勤めていたり、その関連会社だったりと、国民全体から見ると非常に一握りの人たちが主導している面があり、国民の大多数は、この税収の増加5年でプラス 30% とは全く異なる低い水準での上昇率にとどまり、働けど手取り収入が増えないといった問題を抱えています。税収がどんどん増えているにもかかわらず、自民党政権は税収が足りない、こんな状態での減税なんてできるわけがないというような言い訳をしています。これは基本的な考え方として、税収が増えたら増えたで結局のところ自分たちの使いたいところにお金をどんどんとつけていくので、減税する気がないからこそ減税する財源なんてないという話をするに過ぎません。そもそも論としてデフレ経済からインフレ経済へと移行したことによって物やサービスの値段が上昇基調にある中においてこの波に乗れない人たちはどうしても発生します。なぜならば給与所得がどんどんと上がっていくというのは先ほども述べましたが、ある一部の大手企業や調子のいい企業に勤めている人を中心として全体としては少数派です。ほとんどの人は給与所得の上昇が物価高になかなか追いつかない。だからこそ生活が少しずつ苦しくなるといった問題を抱えています。特にもともと低所得者の人たちは大企業がいくら儲けたといったニュースがあったとしても自分たちには関係ないなというような会社で働いていることが多く、置いてけぼりを食っている人たちが非常に多いのです。そのことが現れているのがエンゲル係数の上昇でしょう。現在の日本の人口構成というのは高齢者が多くなっている関係で、全体の支出の中での食品に関してはどうしても高めに出ます。エンゲル係数は上昇傾向を示す以外にはちょっと今のところないのですが、しかし現役世代の特に低所得者の人たちは使えるお金に余裕がないのでどうしてもエンゲル係数は高めに出ます。これらの人たちの生活苦を少しでも和らげるためには最低限基礎控除を上げるか給所得控除を上げていくかといったことは必要なわけで、これは減税するための財源がないという話ではなく、必要な社会保障としての考え方を適用すべきでしょう。少なくとも生活保護レベルと同水準なところまでは控除額を引き上げていくというのは必要な措置だと私は思います。また政府はどうしても税収が増えることをある程度想定しつつも支出の削減については積極的に取り組んでいないと私は思っています。しかも取り組みを行う時のやり方といったものにも非常に問題があって、例えば増え続ける社会保障費、税金の投入額もどんどんと増えているといった問題に関しては、少しでも国の出す税金を抑えるために薬の値段を強制的に下げていく方向であまりにもやりすぎています。原材料費が上がっていて薬の値段も上げなくてはいけないのに、国は社会保障費圧縮のために薬価を引き下げる。そんなことをしたせいで薬剤メーカー、特に国内のメーカーにおいては作っても全然利益が出ない、そうしたやる気の出ない状況といったものを自ら作り出し、そのために設備投資が非常にやりにくい状況といったものを作り出しています。根本的な問題として少子高齢化が進行している以上、昔々高齢者が少ない時代に合わせて作った社会制度を今のままで維持しようとすること、それ自体が無茶なのです。そうした根本的な問題に対して是正しないのままでどんどんと歳出面でお金が必要だという話をし続けるというのは私は非常に不誠実なことだと思います。またお金が足りないというのであれば、本来であれば行財政改革なども行わなければならないのですが、未だにその点については私は不十分だと思います。インターネット上ではよく国会議員の給料が高すぎるというような批判をする人がいるわけですが、同時に見逃しがちなのが地方議員の数と給料です。そもそも立候補者が定数でギリギリといった状態で選挙そのものが成り立たないような町村レベルの自治体というのはたくさんあります。人口が減ることが現状ほぼ確定している状況ですから、どんどんと自治体の統廃合などを進め、それに伴って補助金事業をどんどんと見直すといったことも必要です。国の
天下りや補助金事業、得体の知れない NPO など、様々なところにお金が向かうわけですが、これは国だけではなく、地方政治においても同様の問題があります。現在のところ政治的な話題としては、非常にわかりやすいといったところで、まずは国が税金を取りすぎているんだから、これを是正するために減税策を取るべきだというのは、私は一つの政策として十分検討の余地があると思うし、同時に分かりづらくても、そして抵抗勢力が非常に多くて取り組みづらい行財政改革なども同時に進めていくことが必要でしょう。結局のところ、支出の見直しといったものを行わないで、税収を増やそうとしてどんどんと重税国家になるというのであれば、現役世代の経済力を奪い、経済力を奪われた現役世代が次の子供を持つことができなくなる状況をどんどんと国が作っていくというのは、国を衰退させるばかりの話だと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。国の税収が過去最高を記録しています。しかし、全体の経済の発展に伴う企業業績の上昇や所得税の税収増加といった明るい話ではなく、私はこの税収増加には問題点があると思っています。皆さんは今回の話を聞かれた時にどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして見終わった後には評価ボタンのクリックとよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。